こんにちは。今日はね、日本で住むデメリットっていうことについてお話ししようと思います。少し、こんにちは。今日はね、日本で住むデメリットっていうことについてお話ししようと思います。少し前に、日本で住むメリットについてお話ししたんですよ。便利さとマナーと、医療費、病院のお金ですね。この3つのポイントについて、日本はとてもいい、日本で住むメリットがあるっていうことについて、お話ししたんですけど、今回は、デメリットについてお話ししようと思います。多分、少し前の、日本で住むメリットっていう動画を見たら、もう少しわかりやすくなるかもしれないんですけど、別に見なくても大丈夫です。で、今回はデメリットについてですね、どんな国でもデメリットはあると思うんですよ。人が何々とか、差別が何々とかね。今日はそういうことより、なんかもう少し、本当のデメリットについてお話ししようと思います。なんか、人が何々とか、差別が何々って結構、曖昧ですし、どの国でもあることだと思うので、他の国と比べて日本で住むことのデメリットですね。それについて話します。それから、その小さいポイントについてもあんまり話さないつもりですね。なんか例えば、まだ日本の会社でファックスを使ってるとか、日本でそのプラスチック使うとか、そういう小さいポイント、小さくないですけど、大きくないので、今はあんまり大切じゃないから、その、もっと大きいことについてお話ししようと思います。で、まず一つ目は言語ですね。これも少し前に、この言語は、日本語はめんどくさいっていうエピソードで、日本語は難しいっていう話をちょっとしたので、その動画も興味があったら見てください。なんか文法とか、スピーキング、リスニング、漢字、全部めんどくさいんですよ。で、そのめんどくさい言語を僕たちは話してるんですね。それに英語みたいに、その全部の学校で勉強できることじゃないですよね。日本語ってなんか自分で頑張って勉強しなきゃいけないことですから、それもちょっとめんどくさいっていうか、日本で住む、デメリットになりますよね。プラス、その、日本語を勉強して、その、日本語を話せるだけだったら、ちょっとまだ足りないんですよ。日本で住んで、日本人のように生活するためには、言語を話すだけだったらちょっと足りなくて、その言語を話すことに加えて、空気を読む力が、空気を読む力も必要になるんですよ。なんか、言ってはいけないこととか、その反対で言わなければいけないこともいろいろありますし、他の人の年齢がわからなかったら、どんな言葉使った方がいいかとか、こんな質問しちゃいけないとか、この質問は大丈夫とか、なんか、シチュエーションによって、その、話してもいいことと話さない方がいいこと、もちろんどの言語でもあると思いますけど、日本人として日本語でそういう空気を読む力って結構大切だと思うんですよね。それで、そのスキルも結構日本で住むなら、必要だと思いますから、それもちょっとめんどくさいポイントですね。なのでデメリットかなと思います。で、次は、前の日本で住むメリットでも話したんですけど、二つ目のポイントは、日本でマナーが強いっていうことですね。マナーが強いっていうのは、例えば電車の中で静かにしなきゃいけない。もちろん、法律で静かにしなきゃいけないっていうわけじゃないんですけど、マナーですね。静かにした方がいいし、他にもレストランの中で、した方がいいこと、しない方がいいこともいろんなマナーがありますし、その他の人の家に行った時にもいろんな、マナーが、少しずつあるんですよ。で、そういうマナーを守れる人とか、マナーが好きな人にとっては、日本ってめっちゃ最高の国だと思うんですよね。めっちゃ住みやすくなると思うんですけど、こういう
ルールみたいなマナーが、大変だって思う人もいると思うんですよ。で、そういう人にとってマナーが強いことは、日本で住む時のデメリットになるんじゃないですかね。年上の人と話す時とか、知らない人と話す時、なんか自由に話したい、自由に自分の言いたいことを言いたいけど、マナー的に言わない方がいいこと、いろいろあるんですよね。他にも箸の使い方、いろんなマナーありますし、プレゼントをもらう時の、マナー、あげる時のマナー、もっと具体的な例があるんですけど、例えば、その他の人に、お金をあげなきゃいけないシチュエーションってまあいろいろあると思うんですよ。何かのレッスンがある時とか、他の人が、私にお金を貸してくれたから、そのお金を返す時、まあそういうお金を他の人に渡す時ってまあ、生活の中で時々あると思うんですけど、その時にそのお金を直接その人に渡すのは、ちょっと、マナー的に悪いんですよね、日本で。お金を準備して、それを他の人に渡すなら、そのお金を封筒の中に入れなきゃいけないんですよね。この他の人にお金を渡す時のマナーって結構日本でめちゃくちゃ強いと思うんですよ。例えば、僕のおじさんが、引っ越しをする時があったんですね。僕のおじさんが、新しい家に引っ越すっていう時があって、で、その時僕はおじさんの引っ越しを手伝ったんですよ。その新しい家まで行って、おじさんの引っ越し手伝ったんですけど、僕は別にお金のために引っ越しを手伝ったわけじゃなかったんですけど、おじさんが、お金あげたいって言ってくれたんですよ。で、僕は、いらないいらないって断ったんですけど、そのおじさんはどうしても、僕にお金を、渡したいと言ってくれたので、僕はもらったんですよ。そんなに大きいお金じゃないんですけど、もらったんですね。で、そのお金を、もらうときに、そのおじさんの財布の中にお金はあったんですけど、近くにこの封筒がなかったんですよね。で、その時におじさんが、ちょっとコンビニで封筒買ってくるわって言って、コンビニまで走って封筒を買いに行ったんですよ。で、封筒を買ってきて、で、その封筒の中に、お金を入れて、僕に渡してくれたんですよね。まあもちろん僕とおじさん、まあ親戚、家族ですよね。まあ家族なんですけど、家族の中でもそんなマナーが必要になるんだなって僕はその時、まあ、勉強したんですよね。これはちょっと極端な例だったかもしれないですけど、でもこういうお金を渡す時のマナーとか、こういうマナーがどうでもいいって思う人もいると思うんですね。別に封筒に入れなくてもお金あげてもいいやんって思う人もいると思うんですけど、それだとね、なんか、本当の日本の文化に入って生活するっていうのは難しいかもしれないですね。僕はこういうマナーを守るのが、まあ好きなんですよね。他の人がこのマナーをする、このマナーを使うから、僕もそうしたいって思うんですけど、でも自由にしたい人だったら、そんなマナーめんどくさいとか、守りたくないって思う人もいると思うんでね。まあ、人によるんですけど、これがデメリットになるかもしれないですね。で、次が、これもちょっと大きいポイントなんですけど、仕事についてですね。まあ、この仕事のデメリットについては、もう知ってる人もたくさんいると思うんですけど、やっぱり大変なんですよ。日本で仕事するのは大変なんですよね。っていうのも、日本で生活したいとか、日本に住むためには、仕事しなきゃいけないですよね。まあもちろん学生のビザもあるので、学生でもいいんですけど、でも長い間日本に住みたかったら、日本で生活したかったら仕事しなきゃいけないじゃないですか。で、そのしなきゃいけないこと、仕事が大きいデメリットなので、ちょっとこれはね、大変ですよね。もちろんさっきのポイントで話しましたけど、マナーもね、いろいろあるんですよ。仕事のマナーもいろいろあるし、日本語でも、年上というか上司と話す時の日本語と、友達と話す時の日本語もちろん全然違うし、
自分の会社の人と話す方法と、他の会社の人と話す方法も違うんですよね。その敬語のレベルがやっぱり違うんですよ。で、そういう言語についても、めんどくさい、難しいし、それからもう一つめちゃくちゃ大きいデメリット、僕にとって、まあ、たくさんの人にとってデメリットだと思うんですけど、電車ですね。満員電車ですね。少し前のエピソードで、日本に住むメリットについて話したんですけど、そのメリットの一つに、電車がめっちゃ便利っていうことについて話したんですよ。で、めちゃくちゃ便利なんですよ。で、めちゃくちゃ便利ということは、まあ、たくさんの人が使うんですよね。仕事に行くために電車使うし、学校に行くために電車使う。で、やっぱりいろんな、本当たくさんの人が電車使うから、ラッシュアワー、特に朝の時間と夕方の時間は満員電車になっちゃうんですよね。で、それから僕、世界の中で一番満員電車が嫌いな人なんですよね。僕学生の時、大学生とか高校生の時も電車に乗って学校に行ってたんですけど、もちろん朝も夕方も、本当に満員電車なんですよ。もうめっちゃたくさんの学生もサラリーマンもいろんな人が電車に乗ってたんですよ。で、満員電車の時間を僕知ってますから、そのラッシュアワーより早い電車に乗ってたんですよね。確か7時とか7時半ぐらいがラッシュアワーだったと思うんですけど、僕の住んでる場所ではその7時とか7時半ぐらいがラッシュアワーだったんですけど、僕本当にね、本当に満員電車嫌いだからちょっと早く起きて、早い電車に乗ってたんですよ。6時半ぐらいの電車に乗っていつも学校に行ってたんですけど、でもある日ね、僕ちょっと寝坊しちゃったんですよ。早く起きれなくて、ちょっと普通の時間に起きちゃったんですよ。もちろん学校は間に合うんですけど、満員電車に乗らなきゃいけない時間に起きちゃったんですね。それでその日はその満員電車に乗ったんですね。で、満員電車に乗って学校の近くの駅まで行ったんですよ。で、学校の駅の近くに着いた時に、もう僕帰りたかったんですよね。なんか満員電車が、嫌いすぎて、もう帰りたいって思っちゃったから、そのまま学校に行かないで、同じ電車でもう家に帰ったんですよ。そのぐらい、僕、満員電車嫌いなんですよ。もちろん学校の近くの駅に着いた時に、そのまま学校に行ったら、学校に遅れることはなかったんですけど、もう学校に行く前に、もうなんか、バッテリーが0%になっちゃったんですよね。でもう今日は何もできないって思って、もうそのまま家に帰っちゃったんですね。で、そのぐらい満員電車ってめちゃくちゃ疲れるんですよ。もうバッテリーがね、なくなるんですね。だから、その満員電車のせいで仕事したくないとか、そういうことを思っちゃう人もたくさんいると思うんですよね。つまり、日本で住むことのデメリットの一つ、大きいデメリットの一つだと思います。まあ、それがまあ3つぐらい、日本に住むデメリットについて話したんですけど、日本に住むメリットとデメリットを比べたときに、やっぱりメリットの方が大きいって言いたいんですけど、デメリットも結構大きいので、まあ、半分半分ぐらいじゃないですかね。僕は日本の生活が好きなんですけどね、もちろんその言語も、日本語話しますし、マナーを守るのも好きだし、仕事もね、僕オンラインで仕事をしますから、満員電車に乗らなくてもいいんですよ。これ本当に僕にとって大きいメリットなので、僕は日本の生活が好きなんですけど、ま今日話したデメリットも日本の生活をするなら考えなきゃいけないですね。まあそんな感じで今日は日本に住むデメリットについてお話しさせていただきました。それでは今日もここまで見てくれてありがとうございました。バイバイ。